はい、皆さんこんにちは。すいません、最近ちょっと陰謀動画が多くて、直木マン消されるのか心配みたいなコメントが結構あったので、ちょっといつ投稿しているのかわからなくなっちゃって、すいません、遅れてしまいました。今日はですね、発表することがなんと2つあります。1つは、直木マン第2弾 LINE スタンプが発売されました。第1弾と違って第2弾はだいぶコミカルな雰囲気になっています。結構うざい感じのスタンプなので煽る時とかにぜひ使ってください。そしてもう一つはなんと僕の漫画アニメチャンネルが開設されました。チャンネル名はコードネーム直木マンというもので、簡単なあらすじを言うと、主人公の直木マンがトゥルーメイソンというオカルト研究組織に入り、双子の発明家であるニコラとテスラと共にこの世のあらゆる怪奇現象の謎を解いていくお話になっています。今日1話がアップされたので、気になる方チェックしてみてください。最近ちょっと陰謀脳になってるのかわからないですけど、今回はもう都市伝説っていうよりは陰謀の動画になっています。なんか最近の世の中の流れ的に都市伝説よりどちらかというと陰謀よりが流行ってますよね。宇宙とかスピ系とかそっち系も手出したいんですけど、なんか最近ちょっと陰謀系に行っちゃって、ニューワールドオーダーを完全に信じてる人は絶望を感じてるかもしれないですけど、言うて人類の生活水準って確実に上がってますよね。1970年から2006年まで世界人口は 80% の増加なのにもかかわらず、1日1ドル以下で生活する人々はこのようにかなり減少傾向ですよね。1900年から2005年の GDP も上昇傾向です。それはそうだろうけど、これはおそらく技術の進歩のおかげですよね。ムーアの法則というものがありまして、集積回路上のトランジスタ数が18ヶ月ごとに倍になるという法則があって、時間の経過とともにより複雑な集積回路が作られると。なのでパソコンなどの性能は急速な成長を遂げてますよね。全ての分野でこのように成長しているとは言えないかもしれないですけど、生活の質が向上しているのは間違いない。初代 iPhone が発表されてから14年経ちましたけど、当時では考えられないような成長を遂げていますよね。僕たちは原始の時代から今まで確実に技術の成長がこのように上がってきたと教わってきましたけど、果たしてそれは本当なんでしょうか。あまりにも画期的すぎるため社会から抹殺された技術もあったかもしれません。生活に絶対に欠かせないエネルギーの一つ、電力。1880年代エジソンによって世に広まった電球は、発電所を建設してからそこから送電システムを作り上げて各地に電力を行き渡るようにしました。こういった発電所では主に化石燃料を燃やして蒸気を作って電力を起こしているんですけど、他には原子力発電所などがあります。これが普通の速度なのか、あるいはちょっと遅いのかわからないですけど、150年ぐらい経った今でも従来の方法を採用しているんですよね。この電柱がたくさんあってコードがごちゃごちゃに絡まってる様子、見慣れた光景だけど、もっと他の方法はないのかって思っちゃいますよね。この電力供給のデメリットとしては、環境問題への影響がまず一つ、化石燃料を燃やしているので CO2 の排出量がえげつないですね。その結果、今の地球温暖化とか気候変動につながっていると。そしてもう一つデメリット、めちゃくちゃ高い金が。世界的に見て電力は高いという認識があります。大都市に住んでいる人はまだいい方なのかもしれないですけど、山奥とか発展途上国にこの発電所からの電力を届けようとするとバカ高いコストがかかるそうなんですね。っていうかほぼもう無理みたいな。なので最近ではアフリカとかで徐々に普及している発電所から各ハウスに電力を送る方式ではなく、その家専用の電力を作り出すこと、ソーラー発電です。わかりやすい例えがソーラー電卓。この電卓みんな一度は目にしたことありますよね。動かすためだけに必要な電力をソーラーパネルで作り出すことができると。ここだけで完結していますよね。バカでかい発電所を作ってそこからみんなにつなげるんじゃなく、しかもエコ。ただたくさん電気を作るとなるとバカでかい面積が必要だったり、あと建設するコストも結構かかりそうです。間違いなく最先端だけど、果たしてそれが最新技術なのか。これらの技術よりさらに高度で、なんと100年前に発明されていたかもしれないのがフリーエネルギー。1905年、天才発明家のニコラ・テスラは米国特許78741に自然媒体を介した電気伝達技術を申請しました。彼は太陽がバカでかいプラスのエネルギーを発していて、地球はマイナスのエネルギー。この2つが構成する宇宙エネルギーは地球を取り巻く大気の上層部電離層に溜まっていて、そこにアクセスすることができれば地球上のどこにいても無限のエネルギーを生み出すことができると考えていました。地
球そのものが電気を帯びている帯電体であると、それを可能にする装置として最初に作り上げたのが電磁ピラミッドでした。テスラはギザのピラミッドに注目していたんですね。その形ももちろんそうですけど、ピラミッドがある位置にも意味があったと。地下に流れる水、そして地球上のこの位置にも意味があったんじゃないかと。そんな彼はロングアイランドの海岸にウォーデンクリフタワーを建設し、このタワーの目的の一つは意図的に雷を起こし雨を降らすこと、もう一つは送電線を使わずにある地点から別の地点へエネルギーを飛ばすことでした。要は無線電力電波塔ですね。大気にアクセスすることで大規模な電力を発生させて、それを別の地点へと伝達する技術。これが可能になれば地球上どこにいてもエネルギーにアクセスすることができるかもしれないという夢のような技術。電線だらけの街ではなく、環境にもよくクリーンな社会、電気が通っていない地域にも当然通うようになり、世界の貧困が改善する世界。想像するだけでなんかワクワクしますよね。そんな社会、世界中が電力エネルギーに困らない生活とか、無限大の可能性がある。テスラはこれ以外にもガソリンを一滴も使わないアンテナがついていて、無限に走れる車を開発していたと言われています。 JP モルガンはテスラにメーターがついていないものは欲しくないと言ったそうです。わかります？ガソリンとか有限のものじゃないとビジネスにならないと。しかし第一次世界大戦中、 JP モルガンはテスラに出資するのをやめたため、テスラの夢の計画は儚く中止されてしまいました。もちろんこういった技術は世の中から姿を消したわけではなく、主に軍事力に優先的に使われているということになります。実は UFO などが表に公表されない一つの理由が、このフリーエネルギー技術が知られてしまうからだというんです。あまりにも画期的すぎる技術は金にならないと。一般的には疑似科学と言われているゼロポイントエネルギー、0点エネルギーが最近ではフリーエネルギーに近いんじゃないかとも言われています。量子論的に真空状態であっても完璧ゼロにはならないので、そこからエネルギーを抽出できれば無限にエネルギーが利用できると。僕科学詳しくないのでこんなことが可能なのかわからないですけど、スティーブン・グリアっていう医師でありながら UFO 研究者のこの方は強く語っています。石油とか原発とかに頼って利権だらけの世界から抜け出せる日は来るんでしょうからね。利権といえば数年前日本でもある事件がありましたよね。スタップ細胞はあるのか。これ結構昔の事件だっけなって思っていたら、意外にも7年前なんですよね。7年前が昔に感じない俺って完全におっさん。結局あの事件は何だったの？どうなったのって疑問を残したままの方が多いんじゃないでしょうかね。僕もその一人でした。あの不可解な事件、何が隠されていたのか、みんなでちょっと見ていきましょうか。ただその前に、この事件ね、本当に専門知識が必要になってくるので、一個一個細かく説明したらキリがないので、ざっくりと説明しますね。そもそもの話ですけど、僕たちの体は皆細胞からできていますよね。精子と卵子がユニゾンして受精卵になり、そこから細胞分裂を繰り返して人が完成すると。再生医療では細胞というのはある部分から取ってきたら結局同じ部位にしかならないという性質があるんですね。例えば皮膚から取った細胞は増やしても皮膚の細胞にしかならないし、血液の細胞は増やしても血液にしかならないと。受精卵から分裂して役割が決まってからはその細胞にしかなり得ないと。ただ再生医療ではどんな細胞にも変化することができる万能細胞が研究されてきたんですね。そんな中唯一何にでも変化することができる多能性を持っているのが受精卵です。 ES 細胞というものがありまして、これはその受精卵を利用したらどんな臓器も作れてしまう細胞なんですね。いやすげえじゃんって思うかもしれないですけど、受精卵ってそもそも人の元みたいなものだから、それを利用するのはちょっと倫理的にどうなのと思って、これあかんわ。ただその受精卵を利用しないで多能性を持たせることに成功したのが iPS 細胞でした。この iPS 細胞のやり方だと少し時間がかかるといったデメリットがあったり、発がん性の可能性も秘めているということで完璧ではなかったんですね。そこで登場したのがスタップ細胞でした。スタップ細胞は細胞にストレスを加えることで数日間でその細胞が初期化し、どんな細胞にもなり得る万能細胞になると。つまりそれは輸血用の血液が作れたり、治療に必要な臓器が作れたり、何歳になってもピチピチでビンビンな体を手に入れることができるかもしれないと。いやもちろんみんな十分魅力的な顔してますけど、さらに魅力的な顔になれるかもしれないと。スタップ細胞は再生医療に革命を起こすような細胞だったんですね。そんな夢のような細胞が2014年1月28日王氏により公表され、科学雑誌ネイチャーで発表されました。世紀の大発見になると思いきや、その後
調査したところ、論文にいくつかの不正があったとされ、3月10日に W 教授により論文の撤回がされます。そして地獄の始まり。いろいろ調べた結果、4月1日に理研が王氏個人による不正行為があったと認定。その後スタップ現象の再現を行うため、検証チームと王氏が別々で実験を試みたところ、スタップ現象を再現することはできず、実験は打ち切りになりました。こんな感じで結局実験は終わり、幻の細胞として姿を消してしまったんですけど、この事件あまりにも不可解なことが多すぎて、とりあえず謎がたくさん隠されているんですね。そもそもメディアの叩き具合も異常だし、一人命絶った人もいますし、確かに具体的に色々調べてみると、この事件あまりにもミスリードとか意味のわからないところでこだわっていたりとか、もうわけのわからないことがたくさん起きているんですね。なので全部紹介するのはちょっとキリがないので、いくつか紹介すると、一番の疑惑は、そもそも実験に使われていたマウスは ES 細胞が混入されていた細胞であったため、実験が成功したんじゃないかというものでした。確かに研究所で過去に ES 細胞の混入されたマウスを実験していたという事実はあったので、それを王氏が窃盗したりという報道があったり、ミスでそのマウスを使用したんじゃないかと激しくバッシングされたんですね。過去にその研究所で ES 細胞のマウスがいたからそれじゃないかとか、過去にいた留学生が作っていたからそれじゃないかとか、もうわけのわからない過去の事例がいっぱいあったりして、他には論文に画像のコピペがあったと、不正は確かにあったので、でもそこの不正ほとんど関係がないんですよね。スタップ細胞があるのかないのかに関してはほとんど関係ないのに、そこを異常に追求したりと、さらに再現実験が失敗したことに関してですけど、これは科学雑誌ネイチャーに投稿した論文内容のレシピを用いてでしか再現することは認められなかったんですね。そもそもそんな世紀の大発見のレシピを世間に大々的に公表するのかも疑わしいですし、後に分かったことで投稿された論文は草案だったので、その制限のある中で実験を再現することは極めて難しかったんですね。いや、本当にスタップ細胞を探したいのか、王氏をただ叩きたいのか、どっちがしたいねんって感じですよね。その後もメディアはスタップ細胞とは直接的に関係のないようなことも取り上げて、王氏の信憑性を下げていき、世間の目は厳しいものとなっていきました。結果的にこのようにして闇に葬られてしまったんですけど、そもそもみんなが気になるところ、スタップ細胞はあったのかなかったのか。僕も科学者じゃないので正しいことは何とも言えないですけど、スタップ細胞があった可能性はあると思います。作成方法とかはね、当初めちゃくちゃ簡単って言われていたんですけど、それは実際難しかったのかもしれないけど、実験が成功した可能性は全然あり得ると。ならなぜ闇に葬られたのか。世紀の大発見というものはなかなか起こりづらいものなんですね。従来の価値観を変えてしまうようなものなので、宇宙人がいたって公表したら宗教の概念が変わってしまうのと同じで、今回の場合で言えば iPS 細胞とかをはるかに上回る技術で突き詰めたら病気のない世界になってしまうかもしれない。薬とかが一切必要のない世界。俺らからしたら最高だけど、そこにはね、みんなも分かる通りたくさん金が回ってますからね。金があるところにはそれなりの意味があるということかもしれないです。製薬会社とかの闇にも繋がってきそうですけど、そして関わっていたのは日本の一流学者、王氏のキャラクター性などがマスコミや世間の格好の的になってしまったのかもしれないです。不正とかミスは確かにあったんですけど、大したものじゃなかったらしいんですね。毎年論文が出てるんですけど、そういった不正は毎年あるらしいです。もう一つは利権問題。今回の件深く調査してみると、明らかにおかしいぐらいメディアの印象操作、論点のズレ、不正ミスが多いんですね。なのでどっかからの圧力がかかってストップがかかったのか、これが本当に成功して認められれば今後何百億円という金が動く話ではあるので、そう簡単には成功させないとって感じかもしれないです。関係があるかは謎ですが、2016年にハーバード大学の附属病院が特許の出願を行っていて、理化学研究所、理研ですねが論文を取り下げた後も1000万円かけてその申請を維持しているようなんです。意味深ではあります。どうでしょう。今日は闇に葬られたかもしれない革新的技術について話してきましたけど、今日挙げた2つが実際にこのように存在していたら、どんだけ今の世界が革新的に進んだ社会になっていたのか。新しい技術が発見されたら、それを徹底的に疑うんじゃなくて、それを肯定してね、みんなでそれを実現させるような社会になってほしいですよね。なぜ世界はその真反対のことをやっているんでしょうかね。みんな世界全体の幸せより目先の欲に溺れているんでしょうか。皆さんどう思いますか。そういった革新的な技術が過去に闇に葬られていたことはあるのか、それともないのか。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。